こんにちは。奇跡を作る人生レシピのミラクルです。自分の人生をリベンジして望む人生を手に入れたい方、そして穏やかに過ごしたい方に心理学や脳科学、引き寄せの法則、奇跡を起こす方法などを用いて紹介していく動画となっております。今日は不安や嫌な時の対処法をお話しさせていただきます。分かってはいても嫌なこと言われたらね、ちょっと辛いですよね。急に不安になってしまうような出来事があった時につい反応してしまうということがあると思います。そういう時に長く引きずってしまうことや、上辺だけ笑顔でいようと頑張っているけど実は心は刺さってるんだよねというようなジレンマってありますよね。すごく辛いですよね。そういう時の対処法をお話しさせていただきたいと思います。一番やっちゃダメなことは、さらに悩み続けることです。やっちゃいますよね。嫌なこと言われたとか、その事柄をさらに思い出すとか、その嫌なことを言う人の荒探しとか、昔のことまで遡って思い出すとかね、やっちゃいますよね。ちょっとここからは怖いお話になりますけれどもね、できるだけね穏やかに、受け取っていただきたいなと思います。実際やっちゃってるんですよね。どんどんマイナス思考のスパイラルに陥っていくのはこういう仕組みなんですね。だってそれはね、マイナス思考を実は引き寄せているんです。マイナスをマイナスで引き寄せているということにもなって、また同じことが起こるということになるのです。いわばマイナス思考の人は引き寄せの法則の達人とも言えるんです。幸せの法則は別の動画でまたお話しするのですが、少しだけね必要なのでお話しさせていただきますね。引き寄せの法則はどんな時にでも働くのです。よくね、すごくいいものを引き寄せたい、お金を引き寄せたいということでね、最近引き寄せの法則って流行っているのですが、どういう時にでも働くということはマイナスの時にも働いているのです。もっと言うと、マイナスほど引き寄せやすいということです。気がつかずに引き寄せているんです。同じ嫌なことが何度もやってくるってありますよね。それです。言霊は日本から昔から本当に大切にされていますよね。本当に大事です。だけど心理学でいうところの自動思考なのです。勝手に頭の中で思考がおしゃべりしていますよね。自分ではどうしようもないという感じじゃないでしょうかね。そんな時のリセット方法をお伝えさせていただきたいと思います。これね、すごくいいです。一石二鳥、さらにもっと上行くよというものになるので、やらなきゃもったいないというものにもなります。不安な時の状態を脳科学的に見ると、ノルアドレナリンという物質が出ています。緊張や不安、恐怖の感情を持つ時に脳内物質のノルアドレナリンが分泌されます。ノルアドレナリンは戦うか逃げるかという物質でもありますから、その時に逃げたくなるという感情、そういう気持ちはごもっともなことなのです。もう勝手に分泌されるんですから、もうこれはね、止められないのです。戦うともっとしんどくなりますし、でも逃げてしまうとまた繰り返しでね。ならばということで、脳を騙してしまいましょう。脳を教育してしまう。不安どころか何でもできてしまう脳に作り変えてしまいましょう。一石二鳥じゃないですか。簡単ですから大丈夫です。ご一緒にやってまいりましょうね。ルーチンワークというと、イチロー選手や
オリンピック選手が登板前に行うイメージワークのことです。これをやると最高のパフォーマンスになるという結果を引き寄せるというものになります。まずは不安な気持ちや嫌な気持ちになった時に行うルーチンワークを決めておきましょう。日常の習慣に取り入れてしまいましょう。不安になった時にはこれをやればリセットできてしまうよというものになります。魔法を自分にインプットさせてしまいましょう。3つのステップで簡単にできる方法をご紹介していきますね。まずは上を向いてみましょう。そう、ただ上を向くだけのことです。ゆっくりですよ。不思議と上を向いて、みるとマイナスのことってなかなか考えにくいのです。一度やってみてください。ゆっくり上を向いて悲しいことを考えてみてください。考えれますか？無理だと思いますよ。なかなか上を向いて悲しいこと、腹立つことって思い出したりすることさえ難しいんです。そうするとプチッと途絶えるはずです。自動思考はもうこれだけでも止まります。では、脳とイメージの反応実験をしてみましょう。このレモンをじっと眺めてみてください。うわー、このレモンって酸っぱそう。すごくしぶきが飛んでジューシー。さあどうでしょうか。お口の中に唾液が出てきましたでしょうか。イメージするだけで体の中の物質である唾液が出てきました。確かに反応しているということがお分かりになるかなと思います。麻薬物質でもあるドーパミンを利用してみましょう。言葉からでもドーパミンは出てきます。まずはテンションが乗っていなくても、どんだけ悲しくても嬉しくなくても、気分が落ち込んでいても、ポジティブな言葉を口に出してみるというのはとても大事なことであります。何か最高に気分がいいとき、どんな言葉をあなたは出していますでしょうか。その言葉を一つ決めてみましょうか。そうね、私はいつもおっしゃーと言ってます。何か OK が出たときとか、いいことがあったとき、おっしゃーと言ってますね。ご自分がね、好きな言葉でいいです。自分が最高にいい気分のとき、何を言いますか。その言葉を一つね、決めてみてください。決まりましたか？3番目に最高に嬉しい時のポーズを決めましょう。いつも最高に嬉しい時、あなたはどんなポーズをしていますか？そのポーズを一つ決めてしまいましょう。手を握りしめるとか、ピースとか、グーとか、両方グーとか、何でも構いません。決めてみましょう。決まりましたか？これが脳教育なのです。脳を教育し直しちゃいましょう。まずは悲しい時、嫌な時はこれをやってみてください。これだけで不思議と元気になれます。上を向いて、よっしゃ！ガッツポーズ！これだけです。簡単でしょ？また嫌なことを思い出した時もまたやります。長い間思い癖になっているので、最初のうちは即効性がないのかもしれません。でも何度もやってるうちに切り替えが早くなっていきます。いかに今の気持ちを早く手放していくかということは、この後でお話をさせていただきますが、ラッキーなことや奇跡を起こしていく上でとても大事なことでもあります。ぜひやってみてくださいね。人生成功するためのレシピをたくさん紹介していきます。やってみたいなと思われる方は登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。